おはようございます。いつも海きゅうり投稿動画をご覧いただき誠にありがとうございます。メタ界解説役兼うつ主代理の川城に鳥です。同じく社名丸綾です。初登場です。想像をはるかに超えた多くの方にご覧いただいており、大変嬉しく思います。まだまだ不安要素はありますが、これからも皆さんを楽しませられるよう頑張ります。あ、ちなみにチャンネル名は海きゅうりです。チャンネルアイコンはナマコですが、読みはナマコではありません。これがナマコって。こちらは英語名の C 級カンバーから来ています。ナマコは漢字でウミネズミと書くそうです。間違って漢字を覚えられると困るので念のため。ナマコと読む説もあるにはあるみたいです。さて、時間もないのでちゃっちゃといきます。このメタ界では作中では説明していない部分の補足や、動画へのコメントに対するお返事をいたします。普段コメントに対して細かく返事を書いたりしていないので、ここでまとめてやってしまおうという魂胆です。今後も説明が必要になったり、お返事が必要なコメントが溜まってきたらメタ界を実施する予定です。そんな続くんですか？知らん？こちらが本動画の内容になります。今回は初回なので文章量が無駄に多いです。どうしても説明がダラダラ続くので、興味ないパートは飛ばしてください。12分35秒くらいまで飛ばすのがおすすめです。では、まずは動画制作スタンスから説明していきます。どんな動画を作っていきたいか、これを一言で表すなら、誰でも抵抗なく笑える動画、これを目指しています。そんな動画の実現のために、動画制作時には次のようなことを心がけています。まず、過度な暴力表現や下ネタは使用しないこと。ウプ主自身はそういったネタも大好物なのですが、過度なものだと抵抗感がある方もいらっしゃると思います。例えば誰かが転んだハプニング映像を見たとき、転び方が面白くて笑う人もいれば、転んだ人が心配になって笑えない人もいるでしょう。そういった抵抗感なく動画を楽しんでいただくために、暴力表現や下ネタは抑えめになっています。そのためレグがぬるいと思う方もいらっしゃるかもしれませんがご了承ください。そのような方はブラウザバックを推奨します。次に、東宝プロジェクト以外のキャラクターや、その他の作品のパロディネタは使いません。パロディネタは知っていればとても面白いと思いますが、知らないとむしろ疎外感を覚えてしまいますよね。なので仮に使ったとしても、知らない人でも楽しめるような使い方を心がけています。ですがよく考えたら東宝プロジェクト二次創作って時点で、静かに？また同じ理由で東宝キャラ以外は使用しないようにしています。東宝プロジェクト二次創作を謳ってる以上、下手にそれ以外のキャラを出すと世界観が崩れかねないためです。高級中華料理店に行ってデザートにアンパンが出てきたら違和感感じるのと似た感覚ですかね。うまく溶け込ませられれば世界観を広げられるのかもしれませんが、残念ながらそのスキルがありません。というわけで主要キャラクターは東宝キャラに絞り、また自作キャラもウプ主含め出す予定はありません。でもそう考えるとメタ界自体がもうダメなんじゃないですか？次行こう。3点目はなるべく妥協しない、です。投稿が遅い言い訳ですね。ただあくまで趣味なので、作りたかったものをなるべくそのまま作りたいんです。もちろんできることできないことあるので、妥協している点はたくさんあります。しかし多少時間かければ理想形に近づけると思ったことはやるようにしています。時間とクオリティどちらを取るかという問題です。ちなみに今回の動画で手を抜いたのはこの辺です。今回というかいつもですが。そんなわけで不必要に時間を食ってるかもしれません。申し訳ありませんが気長にお待ちください。仕事じゃないんで納期に縛られたくないんです。最後はギャグしか作らない、です。これは単に自分がギャグ動画が好きというだけの話ではありますが、動画の中身が自分の期待と方向性が違うとがっかりするときありますよね。なのでここで念のため言っておきました。ハートフルストーリーなどをご希望の方はブラウザバックしましょう。以上4点がここで投稿される動画のスタンスとなります。この4点が自分の好みじゃないと思っても思わなくてもブラウザバックを推奨します。以上、動画の制作スタンスでした。ここからはキャラ紹介です。ここの動画での二次設定について、ストーリー内では表現できなかった分まで説明していきます。まず、全キャラクターに共通している特徴は、癖はあるけど悪いやつじゃない、ということです。そうすると原作設定に思いっきり逆らうキャラが出てきますが、悪いやつがはびこる世界とか描きたくなかったので、設定してました。なのでこの動画での幻想郷の人里では、町奉行とかが頑張ってたりするんじゃないですかね。雑すぎません？ただそれだと波風立たなくて、見る分には面白くないですよね。なのでこの動画では変な奴らがたくさん出ます。大体のキャラがアホか変人だと思ってください。では個別のキャラ設定に移ります。全員解説してたら時間が足りないので、解説不要だったりまだ掘り下げていないキャラについては割愛します。まずは最初の動画で一番初めに登場した、幻想郷には欠かせない存在、コウマ館です。コウマ館といえばやはり爆発でしょう。これにつきますね。尽きたので次行きます。続いてはここの動画での主軸、川城ニトリさんです。ニトリさんは二次創作ではよくいろんなものを作ったり売ったりしていますよね。そこで、ニトリさん中心に幻想郷を描いたらいろんな経済の回り方が見えて面白いのではと思い、ニトリさん中心の動画が始まりました。しばらくはニトリさんにあちこち動いてもらい、様々なエリアでそういった描写をしていくつもりです。あ、忘れてた。メインキャラなのでニトリさんはしばらくいじり倒されることになります。続いてはコウマ館の主であり、ニトリさんの良きクライアント、エミリア・スカーレットさんです。誇り高き吸血鬼として知られるお嬢様のカリスマはここの動画でも健在です。
また数々の爆発を経験したため、トラブルに対して寛大な見心を持っています。失うことで得るものもあるということよ。もちろん不本意だけれど。ここで吸血鬼の弱点についての二次設定を一点補足しておきます。流水が苦手、という点についてですが、これは純度という量に依存するものとします。例えば紅茶を口にゆっくり流し込む程度であれば全然問題ありません。ついでにニトリさんの能力、水を操る程度の能力も作用しません。逆に噴出されたイオン交換水など、勢いのある高純度の水は弱点となります。そのためコウマ間のシャワーには純度を下げた水が使われています。引用不適です。続いては同じく吸血鬼でありレミリアさんの妹の、フランド・ウルスカーレットさんです。コウマ間クラッシャーの名を欲しいがままにする爆破系アイドルです。ギャグ作品を作る上では大変都合のよろしいキャラクターです。ここの動画での特徴について一つ挙げるとすれば、姉との仲が悪くないってとこですかね。たまにおてんばが過ぎる時があるくらいです。普段おてんばなの？ものすごくソフトに言うとね。最後に解説いたしますキャラクターは、魔法の森の人形使い、アリスのアガトロイドさんです。ちょっと。ここの動画のアリスは人見知りしがちで内向的ですが、手先が器用で常識的であり、誰にでも優しい素敵な爆弾魔です。あれ？性格がまともなのは全キャラがサイコパスになるのを防ぐためです。大きな特徴は、鼻血キャラという二次設定がないことでしょう。ここの動画は、東方 MMD でよく使われる二次設定が続いたらどうなるか、をイメージして作られています。他に鼻血キャラとしての二次設定が使われがちなキャラクターに関しては、それを許容できる何らかのガードがあります。しかし、アリスにはそのガードがイメージできませんでした。そうなるとアリスは単なるストーカーでしかありません。そんな常習犯と関わる人なんて誰もおらず、それでは動画として面白くありません。結果、アリスさんは常識人ポジションに落ち着きました。しかしここはデグの世界、欠点がなくて受け身がちなキャラクターは、いじられキャラになります。すみませんこれ台本合ってますか？そうなのか。わかりました。今回のキャラ紹介は以上になります。お待たせしました。ここからはコメント返しになります。いつもたくさんのコメントありがとうございます。これからもご意見ご感想など、どんどんコメントしてくださいね。乱数次第でお答えします。普段再生数よりコメント数をチェックしているくらい楽しみにしてますよ。反面後から気づいたミスを指摘されていないかという不安もありますがね。ではまずこちらのコメントから。うぼつ。なんでこのコメント投稿10秒もしないうちにつくの？投稿に対して反応があるのは投稿者としては非常に嬉しいです。が、あまりのファストドローに驚かされています。どんな早打ちで私を仕留めようとも次の私が現れるだけですよ。では次行きましょう。かわいい。これは本当にその通りだと思います。モデル制作者の技術がいかに高いかがわかりますね。動画制作中いつも同じことを思ってます。ただギャグ動画なので、そんな可愛いモデルを片っ端からこんな表情にしたりこんな扱いしたりしてるので、なんだか申し訳ない気分になります。そんなあなたに一矢報いるコメントが次です。扉チェッサ。これは投稿後真っ先に気づいた最大のミスです。まあやってしまったものは仕方ありません。これはそういうものなんです。そういうものなんです。異論は認めません。次行きます。ニトリとフラン同じ声。ここはかなり悩んだとこですね。私とフランは全く同じ声ではありませんが、もはや誤差範囲内です。ただ東方キャラは少なくとも100近くは存在するようです。そうなると音声合成ソフトは一つしか使わないので、どうしても似た音声のキャラクターは出てきてしまいます。なので他のキャラと声色が重複してしまうのは諦めて、聞き取りやすい高さにしたり、ここの動画でのキャラの印象に合った声になることを優先しています。申し訳ありませんが、文字の色などで判別してください。さて、ここからは YouTube 限定のパートになります。普段ニコニコ動画をご覧の方はご注意ください。YouTube スタジオのアプリを使用しているため、普段動画の視聴状況の把握には YouTube を使ってます。では早速こちらのコメントから。これ本当に初投稿？最初は褒め言葉として受け取っておりましたが、途中から別チャンネルやニコニコ動画ですでに投稿していたのではという疑問を持たれた方もいたようです。確かにそうでないという証拠はありませんね。一応口だけでも言っておきますが、当チャンネルでの初投稿動画が本当に初めての動画投稿です。途中紹介した通り、いろんなところでミスをしまくる初心者です。ただ、ものすごく長い期間かけていろんな人の動画を見ながら制作していたので、馴染みのある動画に見えたのかもしれません。とはいえもう初投稿という言い訳は使えませんね。ミスは許されません。次です。主さん何歳くらいなんですか？永遠の17歳でーす。次です。テンポいいですね。ありがとうございます。制作の中でテンポは非常に重要視している点です。テンポで笑いを取る漫才があるように、テンポというのは笑いを生み出す上で非常に重要な要素だと思っています。そのためテンポはそれこそフレーム単位で注意しています。まだまだ探求中ですが、これからもテンポを意識した動画制作を行うつもりです。さて最後は大きなインパクトを与えたこのコメント。イングリッシュトランスレーションプリーズ。最初このコメントがついた時はびっくりしましたね。まさか海外の方がここの動画を見るとは思いませんでした。ウプ主が目指しているのは誰でも楽しめる動画です。それならば言語の壁も可能な限り打ち砕くべきと考え、英語字幕をつけることにしました。しかし英語ができるわけではないので最初はそれはもう四苦八苦していました。しかし現在は DeepL という翻訳サイトを使って、土日使えばできるくらいにはなりました。
翻訳ソフトってすごいですね。その甲斐あってか海外の方も少なからず見てくれているようです。さらにはこんな字だらけで面倒な動画にベトナム語をつけてくださった方まで現れました。ありがとうございます。ただ正しく英訳できているかは不安なので、もし間違いを見つけたら直してほしいです。またテンポが速いので、字幕利用の場合は再生速度を落とすことを推奨します。さて、この動画をここまでご覧いただきありがとうございました。今回はこれで終わりになりますが、これからもネタ会は実施する予定ですので、他にもご意見ご質問があればお気軽にお寄せください。これからも皆さんを楽しませられるような動画を作れるよう頑張りますので、これからもどうぞよろしくお願いします。それでは最後に、制作中にたまたま撮れた画像や、友人に進捗報告用に送っていたネタ画像などをお楽しみください。では、これからもよろしくお願いします。リテイクかな？これ一発撮りですよ。